30秒ぐらいですね。さっと豚肉からじんわりオイルが出てきてますね。でなるべく短時間でもうこんな感じでうっすらこうやっぱロゼ感が残ってる。さあどうも、今日もですね元気に料理動画を配信していきます。今日紹介するのは、豚肉ですね。豚肩ロースのソテーと、あとマスタードのソースっていうのをちょっとやっていこうと思います。で火入れは何パターンもあるんで、必ずしもこれが正解っていうのは正直ないと思うんですよ。でもその中でいろんなパターンがあって、今回は簡単に言うと表面をカリッと焼くとかではなくて、中までじっくり優しく火を入れていくのにはどうすればいいかっていう視点で紹介しようと思います。じゃあ早速本日のスターティング11ですね。豚肩ロース全然違いますよ。やっぱね、ロースと肩ロース、個人的にはやっぱ肩ロースがめちゃめちゃ好きなんで肩ロース。玉ねぎちょっと付け合わせで使いますか。ニンニク、あともしあればタイム、なければローズマリー、なければなしで、あと砂糖と白ワインと粒マスタード、ソースのベースになる粒マスタードですね。はい、じゃあ、早速玉ねぎ先に火入れちゃいますね。で少しこう塩を表面に、レンジでね火入れていっちゃいましょう。こっちにも切れ込み入れますか。一番いいのはもちろんね、レストランとかだとオーブンでローストをするのが一番いいんですけど、ご家庭だったらレンジでもいいかもしれないです。ふわっとラップかけて5分ぐらいですかね、500ワットとかで。で、ニンニクですね。ニンニクは1かけから2かけ、お好みで。ニンニク好きな人は2かけとかでも、皮付きでも半分にしておきます。豚肉ですね。2センチぐらいの厚みがあるんで、これぐらいだったら15分くらい常温に戻しておきたいです。この油の部分取り除いてもいいんですけど、せっかくだからね使っていきましょう。切れ込み入れて焼いた時に油が逃げやすくなるように。でちょっとねこの辺の、筋は目立つじゃないですか。肩ロースだからしょうがないんですけどね、ちょっと切れ込み入れておくと焼き縮みしづらいかもしれないです。軽くほぐすようにおまじない程度に叩いて、で塩します。で焼いた時にねこう塩が剥がれ落ちないように、なるべくキュッとこう塩なじませておきます。キュッとこれでちょっと塩浸透させますね。では、豚肉焼いていきます。まずは、オリーブオイルですね。でニンニクをまずこの断面押し付けて、ここから香りを出します。こう程よくピチパチいってくるぐらいがいいですね。でフライパンの温度はねそんなに高くない方がいいです。30秒ぐらいですね。本当にさっと焼いたら、もう反対側もあんまり強火でガンガンいくと筋がねキュッと縮まってめちゃめちゃ反り返るんですよね。で硬くもなっちゃうから、これぐらいの温度でじっくり焼いていきます。じっくりこう豚肉にある油を逃がしながら中まで火を入れていくっていうね。焼き色こんな全然ついてなくて大丈夫なんかいってね思うかもしれないですけど、大丈夫です。でこの段階でタイムも豚肉からじんわりオイルが出てきてますね。またひっくり返します。ニンニクも結構ね、断面はもう一旦上向けて、これ以上は色がつかないようにしますね。で、またね30秒から1分ぐらい経ったんでひっくり返しますね。さっきよりちょっと色ついた感じですね。こんな感じで中火でじんわり豚肉の中の油を逃がしながら火を入れて、かつ焼き色をつけていく、しっとりと焼けていく感じ。さあまたひっくり返しました。気持ちに余裕があったら、ここはちょっと油が多い面なんでね、オイルが溜まるところを作って集中的にここに熱が加わるようにしてもいいです。さあでまたひっくり返します。はい、でこれで一旦引き上げます。このまま仕上げてってもいいんですけど、このままずっとやり続けてるとやっぱ肉にこう負荷がかかりすぎて、なんでしょうね、ジュというかそのエキスが
逃げやすくなっちゃうんで、一旦ここで引き上げます。それでアルミかラップか、今だいたい4分近くは焼いたと思うんで、4分ぐらいは休ませるとすごくちょうどいいですね。今は時間でなんとなくお伝えしたんですけど、30秒からだいたい1分ぐらいかなっていう、その煙の様子っすね。最初お肉入れた段階ではどっちかというと時間で考えた方がいいと思うんですよ。その次あたりから最初たくさんあった水分が少しずつ減ってくるんで、表面の出てくる煙が蒸気からちょっと本当煙っぽい感じになってくるんで、そうなってきたらひっくり返すといいかもしれないです。串金とかで温度を確認したり、押して確認するのでもいいんですけど、切っちゃうのが一番いいんじゃないかなと思って、ここである程度判断してもいいと思います。結構ちょうどいいですよね。もう火の入ったロゼ色してるんで、これもう完璧なんですよ。正直めちゃくちゃうまい。であとはお好みで最後仕上げでバチッて焼くか焼かないか、たったこれだけです。もうちょっとだけ休ませましょうか。ちょっともうレンジでチンした玉ねぎがね準備できたんで、さっき切れ込み入れといたんで切りやすいんですよね。スッと。でもこの皮外します。もうタイムは香りがついたんで OK です。フライパンの温度をちょっと上げときましょうか。ほんとね、もうここでは中にもうこれ以上火は通したくないんで、温度を上げて表面だけさっと香りをつける感じで、油もあんまり引かなくていいです。もうこれ以上は油すらも焼き色をつけるのにちょっと個人的には邪魔しちゃうかなと思うんで、はい、で煙出てきましたね。でもこれで表面さっと焼きます。でなるべく短時間でもう十分だと思うんですよね。はい、もうこれで引き上げましょう。これ以上はね硬くなっちゃう。これで終了です。でまたさっきのところに引き上げてソースを作っていきますね。でさっきのフライパン、これうまみがこびりついてるんですけど全然焦げてないんで、これこのまま使っていきます。お肉についてる焼き色と同じですね。これは今中火ぐらいで、砂糖を小さじ1/2ぐらいですかね。さっと甘くなりすぎないようにで、白ワインちょうど砂糖が溶けてくるぐらい、これぐらいで白ワイン入れましょう。でこの白ワインをね水分しっかりと飛ばしていきます。でこの水分これぐらいあるんで、もう半分になるぐらいまで煮詰めます。で、この豚肉のジュと、調整用の水ですね、少し加えます。はい、あとはマスタードは大さじ1あればいいかな。ここでもし濃度が足りなければ少しだけ煮詰めるか、オイルをちょっとだけ足すかしてください。で味見て、あめっちゃいいな。塩ちょっとだけ塩で黒胡椒、豚肉にもしとこう。でさっきの玉ねぎ付け合わせ用ですね。はい、これも絡めて、にんにくもちょっと食べやすいように皮外しました。じゃあ仕上がったんで盛り付けていきます。ちょっとオイル乳化させます。はい、こんな感じでほんとちょっとです。はい、でいきます。マスタードのソースたっぷりかけましょう。で仕上げの黒胡椒、よし。そう、やっぱ豚肩ロースいいっすね。ジューシーに仕上がるこの感じ。肉汁がねいい感じにシューッとね滴ってくる感じが、これはいいっすわ。映像だと難しいかもしれないですけどね、うっすらやっぱロゼ感が残ってる。真っ白白じゃない。中までしっとりと火が入ってるんですけど、最後に表面も香ばしく焼き色つけてるから香りもとてもいい。マスタードのソースが完璧にうまい。これずっと食べてても多分食べてることに気づかないぐらいずっと食べてられます。はい、というわけで今回は豚肉のソテーと粒マスタードのソースでした。
お肉のこう柔らかさをキープしながら中までこう、ね、ちょうどいい火を入れていくっていうのが今回のポイントですね。これでね本当さっと一皿できるんで、ぜひ参考にしてもらえたら嬉しいですね。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとう。